ありますね、まあ、結局その200キロの重りを持ち上げる競技じゃないんで200キロの相手を押す競技なんで、やっぱり動きのある人間に対して対応できないと、ただこう力だけをつけてもしょうがない競技なんでね。まあでも親方も毎日すごい回数こなされていたそうですよね。そうですね、最低鉄砲モレラでも500回ずつは最低500回1日500回ずつはやってたんで、というふうに鍛え上げられています。さあ欧勝海と朝紅龍です。まわしを探る中に入ったのは欧勝海だ。休まず寄りました、寄り切りました。欧勝海勝ちました。朝紅龍が当たり勝ったように見えましたが、中に入ったのは欧勝海でした。素早く2本入りました。まあ朝紅龍の動きをね、欧勝海がどういう動きをするのか分からない中よく見て対処できた、ここ、まあ、しっかりとね中に入れたことも良かったですし、この投げがやっぱりちょっと朝紅龍今日強引でしたよね。ちょっとさせてもらいたいですけどね。5年10年になりますと、40歳45歳なんか玉鷲がいるんで、なんかそのぐらいいけそうな気がしてきてしまうんですけど、うちやっぱ二所ノ関一門のマニュアルが玉鷲関になっちゃうとハードルだいぶ高いですけどね。そうですねまあ特殊事例というふうにそうですね、考えてほしいと思いますが、さあ獅司と竜電です。過去5回対戦あって竜電が4勝、獅司が1勝。直近では秋場所にこの時は獅司が寄り切って勝っています。頭をつけた獅司、引いた竜電、そこを出ていきます。押し出しました獅司です。今日は頭を下げて当たっていきました。それを見て竜電が思わず引いてしまうという。思ったよりやっぱりこの前に出る力つけてきてるんでしょうね、獅司がね。まあ以前だとこうちょっと押せないと獅司が引くこともね、そうですね、あったんですけど、これで7勝目、勝ち越しに王手をかけました獅司です。よくついていきました。仕上がってない3ぐらいだったらもう心を7で作って10に持っていくっていうことはもう常に意識してましたね。なるほど、超えてもダメなんですね。超えてもやっぱり空回ってしまうので、なるほど、そのバランスみたいなものがすごく僕にとっては大事でしたね。それがこうしっくりはまるともう成績にもつながっていくという、そういうことですね。なかなかこういろんなこう持っていき方というのがあると思いますが、さあ初山白星を手にすることができるか。今日は友風戦です。差しに行くか、押した。初日が出ました。あら、物言いがつきましたね。物言いですね。初山の押しが有利と思われましたが、物言いがつきました。ただいま競技について説明をいたします。行司軍配は初山を有利と見てありましたが、友風の飛ぶのと初山の体の落ちるのは同時ではないかと物言いがつき協議した結果、友風の体が飛ぶのが早く、軍配通り初山の勝ちといたします。初山の勝ちとなりました。連敗を止めました初山です。初日本当はすごく嬉しいんでしょうね。もうほっとしてるっていうかね、長いトンネルから抜けたというかね。でもね、ここから全然あると思います。1度や2度じゃないんで。そう何回もあるんですか。はい。あ、そうですか。いい意味で、ここまで2勝、東の13枚目ですから、ある程度勝っていかないと陥落というところも見えてきてしまいます。翔猿も膝なんですよね。まあ膝ね、やったことない人が急に怪我するとなかなかね。翔猿、過去は3回対戦がありまして、いずれも朝乃山が勝っています。2年4ヶ月ぶりの対戦です。2年4ヶ月前とはもう状況が違います。どちらも手負いの状況で膝にサポーターテーピングをしています。翔猿、朝乃山。追い込む、そこを出ていきました。朝乃山が落ち着いていました。
強引に出ることもなく今日は落ち着いて相撲を取っていました朝乃山です。今日の内容としてはいかがですか？いや、すごくいい取り口だったと思いますね。自力で前に出るよりも相手が引いてくるときに乗じて前に出る方が断然楽なんですよ。楽なんですね。はい、自分で出ようとすると力使うじゃないですか。でも相手が引いてきたものです、頑張ってほしいですよね、本当。そうですね、さあ後半戦に向けてさらにエンジンがかかることを期待します。1敗の阿炎が入場してきました。今日は琴勝峰戦です。琴勝峰も優勝した場所もありました。今場所もよく前に出ています。土俵上、朝白龍と錦富士です。新入幕朝白龍白星先行です。錦富士も好調、動きの良さが目立ちます。手を伸ばしていく両者、錦富士左が入りました。右の上手も引きました錦富士十分。しかし朝白龍上手を探りますがこれは取れない。寄り切りました錦富士。先手先手で自分の形を作って寄り切りました錦富士です。もう本当にいい時の内容が戻ってきた感じがしますね。だいぶ足を引いてからもね、圧力をしっかり前にかけて引きつけるのもね、やっぱり力強くなってますからね。はい。首が痛いという錦富士痛めてるんですが、もう治療しながらというね土俵なんですが、今日は頭からしっかり当たっていきました。なかなか勝山を突き落として破っています。ただその序盤の激しい相撲が取れています。さあそして御嶽海があまり元気がありません。6日目から3連敗、昨日も朝紅龍相手に何もできずに押し出し敗れました。前に出るような圧力がちょっと影を潜めてますかね。もともとちょっと御嶽海は気持ちにムラがあるタイプなんで、気分が乗ってくれば勝つと思うんですけど、なるほど、はい、さあ今日は気分が乗るでしょうか。変わった。たまにあります。左に変わりました御嶽海。千代翔馬はちょっと頭になかったですかね。たまにありますっていうか、たまにしかやらないからこれ食うんですよ。そういうことですね。はい、例えばこれ千代翔馬が飛んでたら千代翔馬しょっちゅう飛ぶじゃないですか。ばったりいくんですよね。そうですね。やっぱり常に千代翔馬も飛んだりね、叩いたりありますけど、自分が飛ぶタイプは飛ばれるのも嫌ですからね。そういうもんおそらくそうだと思うんですよ。で私たちもいやいやそうなんですよ。結構大きいことを言ってた彼がね、最近ちょっとあんまり大きいこと言わなくなったんで、大人になったんじゃないですか。ちょっとずつ。ただその大人になったって言われたことにちょっと発奮する感じのところもあったみたいですね。本当にちょっと落ち着きなかった、引かない引かれないどっちも。さあ今日は阿炎です。過去は阿炎6勝、琴勝峰1勝。今日は阿炎はどんな立ち合いを選択するでしょうか。いつももろ手突きか。変わった。そして細かく突っ張る阿炎。いました。泳いだ阿炎が引く。そこを出ていく琴勝峰。阿炎が考えすぎましたが、今日はらしくない相撲になってしまいました。そして琴勝峰は構わず自分の相撲を取りました。どうですか今日の内容は。いやこれならいいですね。これなら、頭も下げすぎてないですし、出すぎて今日はよくね、相手の動きにこれしっかり対応してね、見ながらでしたけど、阿炎が突っ張って引いて、そこをうまく対応してましたね。だからその動きの良さはね、いいものもあるんで、これを生かしてほしいんですよね。今日一日に限らず、やっぱりコンスタントにどういう相手でもこれが出せるように、身長高いんで、あんまり頭下げすぎる必要もないと思うんですよね。ちょっと客観が3勝5敗で後半戦に入っています。どちらもそれほど体が大きくありませんが、時疾風は幕内9場所目、そんなに大きくない体ですが立ち合いで押されなくなってきました。そうなりますと相撲のうまさがあります。そして翠富士、初日からの3連敗でなかなか波に乗れませんでしたが、徐々に調子を上げてきています。
昨日はローが相手によく我慢して下から攻めて左の前三を引いて寄り切って勝っています。さあこれが6回の対戦。低いのは翠富士、左が入った。2本入ったか。2本入りました翠富士です。時隼人も左の上手をなんとか引いています。振ります。巻き替えた時隼人、上手投げ。逆転時隼人。翠富士2本入りましたがちょっと窮屈でした。いや時隼人よく我慢して逆転しました。いい相撲でしたね。もう立ち合いさっと2本入ったのが翠富士、もうこれで十分かと思ったんですが、この左の上手を引くんですね。これもちょっと遠いですかね。これちょっとタッチペンいこうかな。お願いします。ちょっとだけタッチペンいきたいな。はい。もう最後の方なんですけど、はい。立ち合い当たりまして、はい。攻め切りました。もう僕一押しなんですよ。藤野川。一押しですか。一番好き。幕内で一番好きな力士で藤野川。でもそういう風に言う方多いですよね。気合だけで取ってるから小兵なのに、技もあるし。体重も122キロ。小兵の藤野川、今日は大きな狼雅です。いました。当たると見せかけて今日は変化藤野川。思わずおーと声が出ましたね。確かに小兵は何やっても許されるわけです。お客さんの拍手が温かいでしょ。そうです、ね、藤野川が変化しても、おーってなってるでしょ。あーって言わないでしょ。そうですね。だから結局ただしこれもね、よく見ると藤野川もね、相手が当たってくる寸前まで目を切らないんですよね。目を切らない。なんかこう飛びに行く素振りじゃないんですよ。ギリギリまで待ってから行くんですこれ。なるほど。わかりますかね。もう一回これいけます？リプレイ。もうギリギリ本当自分かなりの力になりますよね。なんでこう立ち合いからね、しっかりこう後手に回らずね、大野勝も前に出ることに徹した方が。昔こう一門の連合稽古なんかでも、まだ若い衆でしたけどよく前に出てたんですけどね。そうですか。前に出て強い子だなと思ってたんですけど、今日は豪ノ山相手ですから、簡単に受けてしまうと一気に持ってかれてしまいますね。初顔です。豪ノ山大野勝です。両者頭から突っ張る豪ノ山、引いた大野勝、そこを出ていきました。初顔は豪ノ山が制しました。立ち合いは両者頭から当たりましたが、その後大野勝がまともに引いてしまいました。ただやっぱりこうその後ね、この姿勢をキープして押し返してほしいんですよね。どうしてもこの豪ノ山が押し相撲なんで、前に出て一腰低い分ね、嫌な角度からやっぱり中に入られる確率の方が圧倒的にね、高いと思うんで、同じつくにしてもいろんな角度とかありますあります。やっぱりこう大きい相手に突っ張る突き方と、小さい相手に対処する突き方では全然違うんで。さあその金峰山、それでは突き方も注目してください。突く金峰山、平戸海が今左の前人を取りました。寄り切りました平戸海です。金峰山少し見ながらついたんですが、手を伸ばしきれなかったと言いますか。見すぎてますね。見すぎですか。見すぎてます。見すぎでもダメなんですね。見すぎると相手に入られる、何かしてくるんじゃないかって意識しすぎてるんですよね。そこはもうちょっと強く言ってもよかった。その前に攻めようという突っ張りじゃなくていいんですけど、やっぱ手数が夢に向かって挑戦する子どもたちのためにもやっぱりいい相撲をね、連日続けてもらいたいですよね。ああいう力士になりたいってやっぱり子どもたちに
思われてほしいですね。はい、私もやっぱり地元に巡業が来た時に、はい、ちびっこ相撲で最初。さあ土俵上、正代と美ノ海です。後半戦最初の取組、過去は3対3です。現在正代が3連勝中。昨日琴勝峰を突き落としで破った正代。美ノ海は6日目から3連勝中、低い攻めが際立っています。低い攻め、美ノ海右が入った。左の前褌は離れました。しかし低い攻めを続けて押し出しました。頭を上げなかった美ノ海です。美ノ海が連日この低い攻めで連勝、これで4連勝となりました。だいぶ波に乗ってきました。そうであるこのね、形というかね、前に攻める時のこう頭を上げない、しっかり下からこうね攻めていくっていう形を守ってね、はい、相撲を取れてるんで、正代もこの受け身で土俵際残しても強い力士なんですけど、なかなか。まあ場所後に結婚披露宴を控えているという欧勝馬。ああ、そうですね。はい、そうだね。招待状来てたね。そうだ、まあ、ですから勝ち越してやっぱりね、7回目の対戦です。玉鷲4勝、欧勝馬が2勝なんですが、玉鷲が4連勝中という対戦成績。さあ今日は馬力を伝えられるか玉鷲。待ちきれませんでした玉鷲です。先に手をついた欧勝馬、頭から行きました。手繰る欧勝馬、まわしを引いた欧勝馬が前に出る。玉鷲残します。寄る欧勝馬、寄る欧勝馬、ガムる玉鷲残す。玉鷲残しました。残した。おっとタイム入れ替えた。今度は玉鷲が寄る。玉鷲が寄る。乗り切りました。すごいわ。すごい。玉鷲寄り切りました。いやすごい。本当この人すごいわ。いやびっくり。いや玉鷲関すごい。四つ身で相撲取れるんですか。完全に欧勝馬の相撲だと思いましたが、いやこれはちょっともう想像しなかったですね。まあ諦め方もすごいを連発という内容ですよね。いやこれやっぱりその、両方取れる人じゃないと思ってるんですね。基本的にやっぱり玉鷲関で押し相撲ですので、そうですよね。あんまりこのまわしを取ってどうこうっていうのはないと思うんですけども、このがっぷり四つからの力比べで、残して押し返しましたからね。そうですね、ここ耐えただけでもすごいと思ったんですよ。でもここから寄り返したっていうこの、いや驚きました。いやこれはすごいわ。大栄翔が初日勝った後6連敗、そして昨日横綱を破ったんですが、なかなか調子が上がってきていません。そして白鵬富士がどんどんとね、この荒々しさというのが加わってきた感じがしますよね。まあこの力士は結構ね、気迫前面にいくような、そういうタイプなんでね。さあかなり昨日は横綱を破って気分を良くしているでしょう、大栄翔と白鵬富士です。頭から突っ張っていく大栄翔、大栄翔の突っ張りいました。ちょっと浮きぶれた白鵬富士、大栄翔が突っ張る、突き続けました。昨日の白星がかなりいい効果があったんでしょう。大栄翔会心の相撲です。ようやく大栄翔らしさが今場所見られました。今場所初めて前に出てきました。やっぱり見てわかるんですね。もう私が見る限りやっぱりこんな出足なわけがないんですよね、大栄翔が。やっぱり足運べないのはもうふくらはぎが原因だなとは思ってるんですけども、それをやっぱりこの回転のいい突きがカバーしてますよね。結局やっぱりすでに優勝経験もあります。吉野富士が一度もデビュー以来負け越しがないまま番付を上げてきまして、西の筆頭です。さあ軍配返ります。
過去の対戦2度ありまして2度とも隆の勝が勝っています。さあ当たりだったのが吉野富士だ。下から押し上げる隆の勝、あてがう吉野富士、構わず隆の勝が突っ張る、前に出る、突き落とし、吉野富士逆転。隆の勝がいい回転の突っ張りで追い込んだんですが、そこから吉野富士粘り腰がありました。そこから逆転できるんですね。ねえ、まあせっかく旬の吉野富士なんでタッチペンいきますか。ありがとうございます。行きましょう。決まり手突き落としで吉野富士が勝ちました。ではタッチペン解説お願いします。まず立ち当たりましたよね、はい、もうここはしっかり高さも良かったんですけども、はい、ストップしなさい。常にですね、はい、この腰当たった時の高さは一緒だったんですけど、若干やっぱりこの昨日琴櫻を破った王鵬、浅く2本刺されましたが、そこをしっかり絞り上げて前へ圧力をかけました。三役そして上位定着しています王鵬です。そして7日目宇良との対戦で少し膝を気にするところがありました一山本です。昨日は高安相手に叩き込んで敗れています。さあ軍配返っています。王鵬、一山本、低い当たり、一山本攻勢、王鵬残した、押し返す、引いた、叩き込んで王鵬勝ちました。出血してますね。そうですね。右の眉毛の上を切っている王鵬です。これはどうでしょう、立ち合いの当たりなのかな。いや、カッティングしてるような感じじゃなさそうです。例えば爪とかであれぐらいの出血だったら、もっとカッティングだったらブワーッとドバドバ。一山本低く当たっていきました。一山本も低く当たっていけたんですけど、はい、途中で一瞬だけ引いたのがやっぱり余計でしたよね。それと霧島の背中の後ろ、花道から琴櫻が入場してきました。さあ宇良の1勝7敗、どうでしょうか、動いてはいるんですがちょっと押し込まれてますよね。まあでも見た感じどこか大きな怪我をしてるからっていう感じじゃなさそうですもんね。この体重134キロというのはこのところ140キロ台で相撲を取っていたので少し減ってるかなという。まあでもこの今平均体重がね結構こう上がってきてる中での、どちらかというと小兵から体重頑張って増やした宇良にしてのこの5キロぐらいっていうのは結構大きいかもしれないですけどね。圧力を伝える意味ではですね、結構前に出る相撲が増えてきてたんで、その5キロはやっぱり大きいですか。大きいと思いますね。さあ後がない宇良です。そして霧島は逆に1敗、今場所好調。霧島が前に出る、探られても関係ありませんでした霧島です。決まり手はどうなるでしょうか。何ですかね今の決まり手。なんか決まり手係やりながら何の決まり手なんだろうと思います。もう一回見てみましょう。そうですね。霧島はもうという裏だったんですが、左が入って右の上手もこれ引けてないですね。これ何になるんだろう。決まり手何ですか。なんか最後こうひねりながらちょっととったり気味というかね、最後腕をね、とったり気味なんですけどいかなかったんで逆取ったりにも見えるし、そうですね、逆取ったり、そうですね、証明してると思うんですよね。今まで押せてた相手が急に押せなくなったりっていうのが、ただ弱くなったんじゃなくて体重の部分だったりとかっていうのが結構ある中で、こう若隆景も青錦もねこう正攻法に行ってしっかりこう前傾姿勢を保ちながらね、取る取り口なんで、どっちもこの前傾崩さないようにね、そうですね、意識したい部分じゃないですか多分。身長体重ほぼ一緒です。若隆景が183センチ138キロ、青錦182センチ140キロ。さあ体型は互角、対戦成績も五分。
出るのは青錦だ。青錦前に出る、左のつけ、右の野田、これを振りほどく、出ていく青錦、青錦が押し相撲だ。青錦押していく、残す若隆景、左を引いた、青錦十分、切り返し、青錦が休まず攻め続けました。いや、厳しい相撲ですね。いや、どっちもいい相撲でしたよ。動きも良かったですしね。青錦はまわしを狙わずにまずは押していきました。この取り組み始まる前に、はい、ちょっと意識を生かせなきゃいけなかったところなんですけども、はい、やはりちょこっとだけ若隆景が起きてますよね。なるほど。この起こされるシーンが、はい、青錦から起こされるシーンがやっぱり多かった。なんとか残すんですけども、やっぱりこの攻められる中での残しで、ここも前傾姿勢に戻しますけども、やはりもう一つ下からこう前傾でいけてるのは青錦の方ですよね。はい、そのちょっとしたところなんですけど、本当にこの攻める角度というかね、動きの中で同じようにこの前傾姿勢を保てていても、終始やっぱり攻めてるのは青錦の方でしたしね。そしてこの左が入れてからのこの足の使い方もうまいですよね。ただあれですよ。稽古相手はたくさんいるわけですね。さあポンと膝を叩いて気合を入れたこの表情。最後に塩をまく琴櫻です。高安は西の関脇好調です。ここまで2敗。逆取ったりやかいなひねりも繰り出して体もよく動いています。3敗の琴櫻、2敗の高安。軍配がすでに帰っています。さあ両手をついた大関、差しに行く、上手を引いた、攻める琴櫻、まわしが切れた、いなした、琴櫻攻めて勝ちました。いい内容じゃないですか。いや、ほっとしましたね。もうそう取り組み前に言おうと決めたんです。いつも取り組み終わってから、私が座ると大関負けるんですよねっていつも言うから、今日ちょっと流れを変えてみよう。させませんでしたが、上手を引いて前に出ます。そして圧力がありましたから、このいなしも決まりました。言ってたからこそ、なんとかこの踏ん張ろうとした高安関の力を利用してね、このいなしも効きますから、やっぱり攻めるっていうことは大切です。やっぱりその若隆景が怪我してね、落ちていった時に元原が上がってきて、それぐらいからやっぱりこうね、弟の帰りを待つじゃないけど、やっぱり意識してね、その番付にいながら、待たなきゃいけないという気持ち強くなっていったんだと思うんですよね。やっぱそのぐらいからやっぱ体つきもちょっと変わってきたというか、大きくなっていったし。そうですね、若元春も少し細いところがありましたが、今148キロまで増えてきました。十分ですよね。この波に乗ってきている若元春に対して表情が変わらない大野里。過去10回対戦あって大野里8勝、若元春2勝です。さあ立ち合いから圧力をかけられるか横綱。もろ手突きでいった、左四つ、寄り切りました若元春。大野里完敗。いや、心配しか残らない内容になりました。なんか横綱が微妙な相撲だと変な汗出るよね、本当に。そうですか。変な汗出る。変な汗が出る状況で、ちょっとやっぱ心配ですよね。そうですね。手突きですが効いてません。こうなってくるとやっぱ微妙ですよね。なんつうのか、ちょっとこう。そうですね。ちょっと変な汗出ますよね。いいところが出ないというかね。結構横綱なのにちょっと心配だなって思いますよね。
今ね親方が汗を拭ってこれはもうそう楽ではありません。これをどうしのぐかですよね。対戦成績はほぼ五分でして、豊昇龍が4勝、熱海富士5勝。熱海富士いいですね。それはもう横綱も気合入りますよね。なんとかこう回しを引いて圧力を止めるという形になると思いますが、まともに受けて、もし横綱がこれ止められなかったら熱海富士分かんないですからね。一気に出れる可能性ありますからね。そうですね。こんだけウエイトあると、立ち合いのやっぱりその一瞬勝負じゃないですか。その立ち合いに向けて緊張感が高まってきます。大の里は敗れました。それを目の前で見ていました豊昇龍。ここまで2敗。優勝争いに踏みとどまるためにも大きな熱海富士を破らなければいけません。横綱としての初優勝を手にするために豊昇龍9日目の結びです。手を出していった、引いた、そこを出ていく熱海富士。熱海富士勝ちました。両横綱敗れました。やっちゃったな横綱。あれでは止められないですね。止められないですよ。もうウエイトが違いすぎるから、やっぱりその横綱安易すぎたね今日のは。今日は手を出して止める立ち合いを選んだ豊昇龍ですが、熱海富士は全く止まりませんでした。こういう相撲をね、お客さん見たいわけじゃないと思うんですよ。ただやっぱりね、横綱もね、膝の痛みもあるでしょうけどね、しっかり踏み込んでね、勝負してほしかったな。少し、観客の皆さんにとってはちょっと気持ちが抜けてしまったかな。もう立ち合いから圧倒している熱海富士。圧倒してるというより、もう最初から引きに行く頭ですよね、横綱が。止めた後引くっていう動きですもんね、この後、もうすぐ引きに行ってるじゃないですか。そうですね。これをだからやっぱりまともに受けてね、引っ張り込んじゃうと、ウエイトがあるとやっぱこうなっちゃうんですよね。その辺がやっぱり形よりも馬力が勝る部分なんで、安易にやっぱりこう引きに行こう引きに行こうって言うんですけども、ただ止めに行くだけのもろ手を見せて、その後引いてもやっぱりこれだけ見てるんでね、熱海富士やっぱりこんだけ見られるとね、横綱もどうすることもできないですよね。土俵上では立浪部屋上戸による弓取り式が行われています。上戸自身は幕下の西の13枚目、もう30歳になりました。幕下の3枚目が最高位、なんとか関取へというところで幕下上位で頑張っている上戸です。今場所ここまで1勝3敗。弓取り式を終えて今日9日目の取り組みが終了しました。ではこの後は荒磯親方が選ぶ今日の一番をたっぷりと振り返ります。弓取り式は終わりました。これをもちます